ララ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 ラギブミーアメロディー、井の頭公園で採取した彼女が欲しいと、ニュージャックスインギーなですね。この曲の一番のポイントはですね、ダダダダダダダ、よかったかな、こういうスイングがね。この曲誰かの今さん誰かの曲に使えるんじゃないですか。この曲も使いたいですだって言ったら、まずぜひですよ。今 YouTube ということで、今井亮介 YouTube チャンネルでございます。音楽的にも楽しくということでいつもやらせていただいておりますが、本日は皆様から鼻歌を頂戴して、そこから楽曲生成するというですね、 Give Me a Melody のコーナーで、私が作った Wanna Have Girlfriend、 Wanna Have あなのかな、 Wanna Have a Girlfriend っていう曲なんですけど、井の頭公園で採取した少年の鼻歌をですね、こちらの方ですね、はい、高校生かな、彼女が欲しいというメッセージをですね、めっちゃかっこよくかっこよく可愛くかな、採取したメロディー、こちら。はい、これまあ一応シンセと一緒に鳴らすとっていうね、今回はこの楽曲のギブメロどうやって作ったかの楽曲解説をね、今日はしたいなと思っています。ということで、皆さんご存知、私のロジックファイルがここに映し出されているかと思います。今回ですね、彼女が欲しいんだっていうメッセージをですね、なんかちょっとこうファッションもなんていうのかな、ちょっとこうストリートカジュアルっぽい男の子だったので、ストリートっぽいサウンドでね、なんか聞かせれるのにしようかと思って作ったのがこちらです。激しいと二人のストーリー描くんだ。令和のロマン作る言わない。俺について恋なんて言わない。いつになれたら君に会える未来の君へ。 Let me be a man, 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 baby, baby, baby。完成されてますね。これでもタイトル Let Me Be a Man の方が良かったんじゃないか説とかね、ちょっとありつつの Let Me Be a Man ということで、採取したねこのメロディーを、はい、これをですね、まあちょっとこのニュージャックスインギーなドラムに乗せて、激しいと二人のストーリー描くんだ。令和のロマンね、こうやって僕が令和ロマンの大ファンだということがおよびお笑い好きだというか、まあバレるかと思いますが、はい、ちょっと今の段階で質問聞きたいことあるんですけど、曲調が結構アップテンポというか楽しげじゃないですか。それはこの男の子のキャラクターから連想されたんですか？まずタッタダダ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 ダってメロディーがバラードとかにはならなそうだなってメロディーだって感じたことと、やっぱ彼が比較的そういうね、ちょっとカジュアルなストリートファッションだったし、まあやっぱり若い高校生なんでしょ、大人っぽいしっぽりしたものよりもイエイって感じね、イエイって感じの方がいいんじゃないかな。このメロディーに合うサウンドっていう意味だったら、例えばタッタダダダダダッタダダダダダッカダカ、要はこうちょっともうこのいただいたメロディー自体が少しスイングしてるって言ったらいいのかな。なんかこうタタ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 タって16の刻みでもタタ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 ダダ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 って歌った方がこのメロディーが気持ちよさそうだなってまず思ったとこからスイングさせたいな。スイングか、じゃあジャズでもないしって考えたら、こうやっぱね、いわゆるニュージャックスインギーなですね、こういう跳ねたメロディーですかね。まあ今ね、ニュージーンズしかり K-POP しかり、ね、アメリカのポップスしかり、いわゆる Y2K ものとかニュージャックとか結構流行ってるというか、まあリバイバルなんだけどトップラインは今っぽいみたいな、やっぱちょっと来てると思うんで、まあこういったねものを作れたらなっていうのがまずありましたと。でタタ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 に合わせて作ったコードがですね、よいしょ、こんなかな。激しいと二人のストーリー描くんだ。令和のロマン作る言わない俺についてみたいにね、こうちょっとこうもうほんと90年2000年感覚ですよね。
エレピがね上でちょっと白玉っぽく弾きますよってことをちょっと重ねるとかね。であとまあこの辺のねタンツタタンツタタンツタタンってこう入ってくるアクセントなんかすごいいかにもこう90年代2000年って感じですね。最後のターン結構ね細かいこだわりですけど、この頭の4つのコードは結構おのおの違うサンプルとかを実は、重ねてます。全部違う音です。思いのほかすぐできちゃったんで、この曲はちょっとこういう遊び心をね織り込む時間ができちゃったよという感じです。あと何入れてんだ、こういうね SE チックなやつがこういうねフルートのサンプルなのかなこれは、とか遊びサンプルがいっぱい入ってます。あ、プチプチいってますね。こういうのは本当はちゃんと掃除するんですよ皆さん、本ちゃんではね。はい、もういかにも Y2K って感じですね。あ、一応ギターとか入れてたんだ。うん。あ、こういうプラックね。これもスプライスの広いもんですね。あとねベースはもういかにもいわゆるシンセベースって感じの。でこの曲の一番のポイントはですね、このトークボックスのサンプルをいろいろ重ねているとこなんですよね。こういうベースに対してこれがね、この曲の肝はもうこの一点に尽きると言っても、であと最後のベイベベイベベイベのとこ、これですかね。解説動画以外でインストを聞く機会はないと思うんで、ちょっとインストだけで聞いてみましょうか。ララ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 みたいな、この辺も全部トークボックスなんだな。ごめん、これ忘れてたわ。こういうねトークボックスのパートとして考えてるとこ。みたいにねやってますと。でこれね実はですね元々のサンプル当然1本ですよと。っていうのがメインなんですけど、自分でこれねピッチシフトして、そもそもこの時点でほぼ1オクターブ近く上げてるんですね。これがプラス11半音、これがプラス9半音ぐらいして、まあこの曲に合うようにピッチを揃えてるんですけど、これに対してハモ、もう音が破綻してますね。まあこういうのね自分でハモ作ってファラドになるようにしていると。でこの辺もそうなのかな。これが元のサンプルで、まあ、これもすでになんかねいかにもシフトしてるって音してますけど、オクターブ下、オクターブ上、下、上ハモみたいな感じで全部鳴らすと、おかっこいいじゃないかみたいにね、こういったハモをサンプルから無理くり調整していると。あとなんかこういうサンプルね、これ効果音的なやつが曲の中にいるとき意外といいスパイスになっていると。でまあ声系はいわゆる R&B ニュージャックスイングっぽいので、ちょっとまあハモとかも少しいつもよりは多く足してるかなって感じですね。これねオクターブ入ってこういうね You and I と言わないがね一応まあこうライムしてるとことか、ライムをね強調する意味でももうこの距離にねオートチューンをわざとかけてますね。これオートチューンの設定が箇所箇所怪しいですが気にしないということで乗り切りましょう。はい、でこのエンディングのね、リフで終わると。
なので、これね、本来ならばこの類も基本的にはダブルにしてね右左振ったりするんです。今回は割愛してます。なので今ねこのラインとは違うラインだけど、本当はこれ2本ずつとかパンニングって定位っていうのを変えたりして置いたりしていきますが、今回はただただ時間の都合で、めんどくさがってますというところなんで、皆さんはちゃんとこういうところもね丁寧にやりましょうね。いただいたメロディーっていうのがやっぱりこの跳ね感を想像させたってところがやっぱりそうですね。今はこれわざとだからスイングさせずにねダダ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 ダなんだけど、実際この本編に入るとすごく跳ねますと。わかりますね違いね。だからタダダダダダツタダダダダダタダダダダダダツタダダダっていうのとわかるかな。こういうスイングがね違うので、もらったメロディーは確かにある程度フラットだったけど、このメロディーが一番生きるのがまあこうやったねスインギーな歌い方。僕の感想をちょっと先言うと、やっぱり今井さんのプロデュース力、能力っていう部分が大きいと思うんですけど、鼻歌くれる人の人となりが出てるんですよ。それ多分今井さんも勝手にやっちゃってるんだと思うんですけど、勝手にもそうなんだけど、このギブメロってコーナーの種明かしすると、実はだからこの鼻歌をもらいに行くシーンに僕は立ち会ってないんですよ。まあ例えば人が曲を作る時ってどんな思いをどんな風に伝えたいのとかって、それだけで本当に何時間も話したりとか、アーティストによっては本当何年も紡いできたこうお互いの情緒とか音楽の好みとか言葉遣いとかそういうのを知った上で曲を書き始めるけど、ものすごく限定的なこの1分もないぐらいの動画の中だけでその曲を書くので、プロデュース能力だと言ってもらえたら嬉しいけど、逆に言うとそれしかヒントがないっていう。余計なものが逆になくなって、そう何にもないからなんかその方のちょっと選んでるファッション、言葉遣い、年齢感、その少ないヒントから音に直すっていうのが逆にだからそういうプロデュース能力に見えるのかもしれないですよね。というのも、具体的に言うとこれ彼女が欲しいって言って寂しいっていう悲壮感ないんですよこの人。あでもそうだよね、なんか例えば彼女に振られたばっかで今もうめっちゃ寂しいんですとかそういうシチュエーションとかではないですもんね。そうなんです、まあ、そう本当はそうだったらごめんだけどで彼女が欲しいって寂しいことなのに楽しい歌になってるんで、そういう意味でパッとこう人となりが出てるな。なるほどね。あでもそれは嬉しいですね。この曲誰かの曲に使えるんじゃないですかいや別になんかもう発表しちゃった曲は基本的にねあんまりなかなか難しいかもしれない。別に誰かこの曲歌いたいって人はどうぞって。なんか僕ふと思ったのが普通に今津あゆむさん歌ってるの想像できちゃった。なんかでもなんかねありえそうですよね。もし万が一ですよ、こうやってちょっと発表された曲だけどこの曲も使いたいですだって言っていたらまずぜひですよ。もう別に今時ねなんかテストマーケ的にこういろんな曲たくさん TikTok とかに小出しにしてって一番売れそうな曲をちゃんとシングルカットするとか、一番こうねビュー数が伸びた曲をシングルカットするとか、まあ普通にある論法なので、この曲本当に別にもう一回世に出ちゃってこうやってね YouTube とかには流れた曲で全然僕やりますっていう人いたら全然 OK です。でさらにはもしそうなったらこの鼻歌くれた子に印税入りますからねなんか新しいなんか言うそれ新しいないですかあなたの街にもまた鼻歌の最終に上がるかもしれませんので、うちのYouTube チームの鼻歌ハンターたちがですねあなたの街に行くかもしれませんということで、その際はですねぜひ何かご協力いただけたらとっても嬉しいなと思っています、ということで音楽見つかったそうです。はい、見つかりました。ということでね、音楽で日本を楽しくということで、今井宏樹 YouTube チャンネルでした。チャンネル登録、それからコメントなどいただけたら大変励みになります。ということで、今後もよろしくお願いします。じゃあ。